はい、ということで美しいミニマルな部屋に来ておりますが、ここはもともと畳ベッドがあったお部屋だったんですけど、引っ越しをされて、はい、今新居に来ているので、はい、ルームツアーをさせていただこうということで、お久しぶりです。お久しぶりです。はい。なんか絵面はあんまり変わらないんですけどね。いやでも結構畳じゃなくなってたり、そうですね。なんかすごいおしゃれなアトリエ美術館みたいな感じになっているので、もうね、ツッコミどころいっぱいあるんですが、はい、ということでアパートメント3013の新居です。新居です。ありがとうございます。はい。ちなみにここ引っ越されてどれくらいですか？1ヶ月ちょっとぐらいですかね。1ヶ月入居したてっていうので、これね、賃貸なのっていうくらいおしゃれな部屋なので、もうちょっといろいろ聞きたいと思います。ということで、アパートメントさん、もともと僕がインスタグラムで見ていた素敵なね、持たない暮らしをされている女性の方で過去ルームツアーをさせてもらって、よければじゃあ軽く自己紹介。はい。インスタグラムでわりかし物が少ない暮らしをこう部屋の写真をずっとアップしてるようなアカウントをやっております。アパートメント301と申します。はい。というので、きっかけはもともと熊本の震災、実はここも熊本なんですけども、そうですね。というところで被災されてこう物を減らし始めて、今ではもうめちゃくちゃインテリアを凝るようにっていうのでね、ただ物が少ないだけじゃなくてこう美しいっていうので、いろいろなんでこれを残したのかとか、こういう配置にしてあるのかとか、こうインテリアのこだわりも含めてアパートメントさんにお話を聞こうと思います。はい。動画の前にお知らせです。渋の LINE では10個の無料特典を配布中。1時間10分超え、尺の関係で YouTube に公開しきれなかったアパートメントさんのロングバージョンルームツアーや LINE 限定の片付け動画、スマホが期限に片付くアプリアイコン画像150個、ミニマリスト向けインテリア集など LINE 限定で無料公開しているので、概要欄か QR コードから友達登録ぜひ。ということで早速ルームツアーをさせていただくんですが、まずこうリビングから順々に見せてもらって、で最後にはこうちょっとインタビューという形で、そもそもなんでこう物を減らそうと思ったのかとか、物を減らしてよかったこととか、ちょっとインテリアのこだわり、実はここ賃貸なんだけど、賃貸だけどリノベーションしてます。フルリノベーションとまではいかないそうなのですが、一般の方の感覚だったらこれフルリノベなんじゃないかと思われるんじゃないかっていうくらい変わってます。そうなので、賃貸とマイホームの間っていうので、そもそも賃貸をリノベできるのとか、予算とかどう交渉したのとか、そうちょっとリアルな事情も聞こうと思ってるので、マイホームは持ちたくないけど、家のインテリアをこだわりたいみたいな方はぜひこの動画参考になると思います。はい、ということでここが玄関になるんですけども、玄関です。ここもう靴むき出しで置いてあるんですね。そうですね。靴箱がないですね。確かに、基本的に玄関入ってきたここぐらいの高さまで靴箱あるのが一般的なんですけど、実際ここリノベーション前は靴箱がそうですね、半分ぐらいまでありましたかね。箱置いてあったんですけど、撤去していただいて、でどうしましょうかっていう話を最初した時に、箱はいらないんじゃないかというところで、靴箱があった部分はちょっとここの高さがあったので、ちょっとここ段差があったので、その高さを揃えてもらって、モルタルで打ってもらって、その上に靴を並べればそれで靴箱になるんじゃないかっていうことで。すごい、ギャラリーのようにそのまんま置いてありますけど、じゃあ持ってる靴はちょうど5足ですか？もうアパートメントさんは全部の靴5足で。5足です。っていうので、じゃあニューバランス好きなんですね。ニューバランス大好きです。本当だ、ニューバランスが2つもある。なんか違うのかっていう。いやなんか微妙にデザイン違うのかります。そうですそうです。ね、ニューバランスマニアということで。低い方はレインブーツで、奥が普通のブーツですね。またサンダルが1足。物を減らすとこの5足で事足りる。全然いけますね。普段だってスニーカーしか履かないんで。そもそもここやっぱ数減らしておかないと、これなくしてっていう発想にならないですかね。ならないですね。箱やっぱどうやってたくさん並べようか、箱じゃなくても棚をつけようかみたいな話になると思うんですけど、いやそもそもこの幅があれば私の持ち靴は全部入るかなっていう感じだったので、ミニマリストじゃないとこういう発想にはならないならないと思います。無理だと思います。普通の人これで収まらないので、はい、ちなみにここからこっちに見ると、
おしゃれな、これなんだ、椅子でもあるけど小物入れもあるみたいな。そうですね、これスツールでもともとその靴を履くスツールっていうことでデザインをされてます。座ってこう、足乗せて靴ひも結ぶとか、あとなんかここにこう靴メンテナンスの、磨く道具とかを置いて座って腰掛けてここでこう靴のお手入れをするみたいな、そういう形でデザインされているスツールになります。ここからの眺めもそうなんですけど、こうミニマルな空間にすごい映える無機質な感じがまたいいですね。そうですね。このスツールのところに鍵とか。そうですね、この辺で玄関周りで使うような鍵とか、靴べらとか、あとハンコとかあります、そうですね、これがシャチハタ。宅急便とか結構そうですそうです。あとリップとかちょっとよく持ち歩くので忘れないように玄関先に置いておこうみたいなのが置いてある。なるほど、この動線いいですね。はい、玄関で使うものをここに置く。なんか置いてる感が全くない。でですね、ここから見るとまずあそこに実は、スマートロックが。そうですね。このドア含めてここもなんかちょっと割とここ団地風な間取りのお家でした。で、玄関ドア前のお部屋と全く同じものがついてて、すごい既視感がある。そう前の家にもこんなこんな感じのドアだったなと。全く同じでした。前のお部屋の玄関で使っていたピーター・アイビーの照明をあえてここにつけたんです。そう、ここにね前使ってたやつはそのまんま、そうです。いいものを残しつつっていう。そうですね。っていうところで可愛らしいなと思ったのがこれなんですよ。この石。ハートの、このまんま、玄関横見るとリビングとキッチンにつながってるんですけど、なんかもう本当に一個一個がなんかアート作品みたいな感じで散りばめられてあるのがいいですね。でこのまんまこっち見ると、もう玄関入ってすぐ水回りここもそのまんま。そうですね。もともとここってこの辺に壁があったんですね。でここに洗面があって割とここ窮屈な感じだったんですけど、壁を壊しまして、そんでこっちにあえてこう壁をちょっと延長したような感じで新たに洗面を取り付けたっていう感じになります。おしゃれな。これ前の家もあったかな。これ除湿機ですね。除湿機っていうので、今日ね雨がめちゃくちゃ僕も前髪くるっくるなんですよ今日っていうくらい。湿度がね。あとは、そうですね。収納とかが全く普通洗面ボウルの下あたりに収納がついてるとか、タオルハンガーがこの辺についてたりとかが一般的だと思うのですが。一切ありません。確かにない、言われてみれば。もともとこの配管って、ネズミ色の塩ビ管みたいなのがもうついてたものが、そのままむき出しでついてたので、これは色を白く塗っただけで隠さずあえてそのままむき出しっていうところで、面白いなと思ったのはこっち。洗濯機置き場が実はここに、念願の室内洗濯機置き場ですね。以前のお部屋はベランダだったので、365日毎日雨が降ろうが雪が降ろうが外に出かけていかなければいけなかったので、部屋の中に作ってもらえたのすごい嬉しかったですね。ようやく。そしてここもカーテンがありません。もうむき出しです。ないです。目隠しシートかけるとかでもなく、つける気ないです。このラックは何ですか？収納のワゴンになります。なるほど。ここに全部まとめてあるので、洗濯の時はここに持ってきたり、洗面で使う時はこっちに持ってきたり、お風呂に使う時にはお風呂の方に持っていくっていう。これ便利。この部屋ってワンルームで遮る壁がないから、その物を移動させやすいっていうのは。そうですね。お風呂で使う時はこっちまで持ってきて、もうお風呂の目の前に置いておく。おお、本当だ。で下着とかパジャマを入れてるので、お風呂から上がる時はお風呂の中からそれを取れるようにしておく。すごいな。ここにオールインワンで全部入ってるみたいな。これでもやっぱかなり減らさないと入らないですね。確かにここに下着入んですね。そうですそうです。何着ずつあるとか。下着は私2セットしかないので、1個は着てるのでもう1個がここに入ってるっていう。じゃあもう下着2セットで洗濯してるから。そう、毎日洗濯するのでそれでいいっていう。こっち側が、ここがスキンケアで使うもの、ここが歯磨き関係がちょっとメインに入ってる。歯磨きここにあるんだ。そっか、ここないっすもんね。そう、歯ブラシとか普通ここら辺に置いてあるけど置きっぱなしにはしないようにしてて、それでここに入れてて、使う時に出して使うで、終わったらしまう。
し、これ移動させられるから別に手間じゃないですね。全然めんどくささとかはないんですね。でこれが一番下がシートマスク。すごいこれがねシンデレラフィットだったんですよ。すごい、ここだけちょっとミニマリストっぽくないってことですね。好きなものだけ全部バーンって詰めてるけど、買うと100枚セットで届くんですよね。100枚で届くんですよ。しかもぴったりサイズで、私入れながら感動しました。すごい。すごい。もう本当に好きで使ってるんだなみたいな。毎日使います。ちなみに今日もノーメイクですか？ノーメイクです。実はアパートメントさん前もそうなんですけど、一切化粧をしないという。しない人なんで、だからここにスキンケアはあるけど、メイク用品がない。ない、確かに。はい。年齢は言ってもいいんでしたっけ？大丈夫です。今年46になります。すごい、46歳ノーメイクで。ノーメイクです。でもやっぱりそのノーメイクでいうためにこういう普段からの。そうです。元の肌をきれいにしておけばいいんじゃないかと思って、食べ物とかスキンケアとかはちょっと頑張るけれども、メイクは一切やらないっていう、もう100か0かみたいな世界の人です。すごい。お風呂場もちょっとはい。まずドアがないです。なるほど。っていうので今からドアのない本当だ、お風呂場なんですけど、普通ドアがありますよね。もともとここもついてたんですけど、もう最終的になくていいんじゃないかっていうことで。すごい、何このミニマルお風呂場みたいな、すごいこの壁が1枚ついてるだけみたいな。そうです。その立ち上がりで湯船を作ってるという。はい。っていうのでここはリノベした後感じますけど、なんかちょっとビフォーアフターのビフォーの写真ここに貼っとくんですけど、それが劇的です。だいたいルームツアーやるとお風呂場みんなそんななんか物を置いてないから突っ込むとこなくてすぐ終わるんですけど、初めてこんなにお風呂場に感動しました僕。はい。っていうので、必要最大限使うものはあそこに。窓のところにちょうど置ける場所があったので、そこにちょこっと置いてる。すごい、ドアのないお風呂場は初めて見たかもしれない。そうですね。あとなんかこうお風呂の線とかもチェーンがないんですよね。ああ、本当だ。普通チェーンでこうつながってるじゃないですか。はい。チェーンないんです。あれなくていいもんな。言われてみれば。そう、あれなんであるんだろうねみたいな感じで。確かにな。邪魔だしね。あともう普通に棚もなければ鏡もないし、本当は鏡ないな。タオルバーみたいなのもないんです。本当に何もない。鏡ないから水垢の掃除とかしなくて、そうですね。鏡のその汚れるとかっていう心配は全くないですね。その代わりになんか普通の賃貸には絶対ついてないでしょうっていうようなオーバーヘッドシャワーがついている。すごい、ホテルみたい。で実はそのまんま横がこれ、失礼しますがトイレです。ちょっとまだね工事中なんですよ。工事前と言いますか、非常に目の前壁っていうドンみたいな感じです。工事現場みたいな感じなんですけど、ここ狭い。目の前壁です。目の前壁です。でもドアを開けてれば確かにこれはタンクレストイレです。タンクレスじゃなくてもよかったんですけど、結果タンクレスになったっていう。見た目かっこいいですもんね。そうですね。高さが出ないし、このタンクのよくある。意外と場所を取るんだなっていうのは。そうなんだ。タンクレストイレは別に小スペースになるわけではないんだなっていうのがよく分かりました。ひとまとめになるだけみたいな。そうです。でこのお風呂場トイレから見た先がなんとですね、クローゼットと押し入れになるのかな、これは。そうですね。こちら側に服をかけるスペースを作りまして、ここはもう本当にこの部屋のわりかし大きな収納の中の一つ。持ってる服はもうこれで全部ですか？一応今の季節着てる服がここにかけてあって、冬物はクリーニングでちょっっと今預けてまして、それでもなんかこう枚数数えたらやっぱ20着はないですね。20着ない、少ないですね。だいたい僕ももういろんなミニマリストさんとか片付け企画で行ってるんですけど、服多い人は200着ぐらい持ってる人いるしミニマリストじゃない人ですね、服好きな人は。なんでかなり厳選されてるっていうのでいいですね。これなんかセレクトショップみたいな感じで宙吊りでそのまんま少数生服が置いてあるみたいな。もともとその収納するっていうよりは、そのディスプレイするっていうような感じでそのものを置きたいので、特にお洋服とかはそういう感じで置きたいっていう希望がすごいあるので、しまうっていうよりは見せるっていうのに近いですかね。そこにアートが置いてあったりとか、
こっちにもカバンこんな風にそのままディスプレイしてあるんだ。そうです。もうこれ完璧なるディスプレイに近いような感じですね。隠すから使わなくなるので、見せておけばやっぱり使うし、あと傷んできたものを見せたいとは思わないというか、美しくなくなったらやっぱり手放そうという諦めもつく。でもそれって隠してしまうと見えなくなるから、その辺の境目があやふやになって物がこう増えていく。なのでできるだけ見せておけるようなものを持ちたいと思ってます。めっちゃわかります。それ、多分それはこの服とかカバンだけじゃなくて、家全体に通して言えることですね。そうですね。やっぱりただ普通に置いてても美しいと思えるものだったら、収納の中に無理やり隠そうとしなくてもいいっていう。それが多分この押し入れにも出てると思うんですけど、ドアないですもんね。そう、ここは、ゆくゆくカーテンがここつく予定で、カーテンでこうゆるく仕切るような感じにはなるんですけど、まあほぼ見える状態。そうですね。がっつり扉で隠すっていう形にはなってない。扉つけるのにもまあお金がかかるので、コスト的な意味合いでもミニマムにやりたい。なるほど。節約にもなるし、そうですね。そのまま見せれるし、置くものも多分厳選するようになりますね。ぎゅうぎゅうに詰めようっていう気にはならないですよね。隠せないから。っていうので、これちなみに、前使ってあった、寝袋生活は今もされていて、寝袋生活です。あそこの上で。そうです。ソファーの上に寝袋を敷いて寝るようにしてますね。ということは、我が家と一緒でソファー上で寝てるっていう。まさしく同じスタイルです。グレーのソファーベッドにグレー、全く同じので寝てるっていう。同じスタイルになってる。で、あと気になったのはここかな。ここはこのカバンいいですね。なんかフェルト生地の。そうです。フェルト生地で、これも前の部屋で使ってたんですけど、それをそのまま持ってきて、収納がもうこの中に入れてあるっていう感じなんですけど。何が入ってますか？ですね、これが捨てないと決めてる思い出系のものとか、あとちょっと捨てられない書類とか、とりあえず捨てれないものを入れている。で、この真ん中が服ですね。季節外の服とか、あと一番向こう側がちょっとこれは新たにやろうと思ってた部分で、災害用のストックみたいなのをこのバッグ一つにまとめたいなと。で、ちょっとこれメルカリ出品のやつとかがまだ載ってるのであれなんですけど、これをどかすと非常用トイレとか。本当だ。エマージェンシートイレってそうです。すごい、こんなおしゃれな、しかも見た目が。パッとにトイレットペーパーサイズなんですよ。本当だ。ここはちょっとそういう感じで揃えていきたいなと思ってる部分ですね。じゃあ続いてはこちら。で、このまま入ると、なんとキッチンがあそこすごいキッチンしてるけど、ちょっとまたおいおい突っ込みますが、ここは前も使ってあった。そうですね。前のお部屋で使ってたチェアとスツールを持ってきて置いてる。で、こっちキッチンがあるんですけど、このキッチンすごいですね。これはもうリノベしたみたいな形跡が。これワゴンなんですね。使わない時は壁に寄せておけば、真ん中広く取れるんですけど、実際使う時は、例えばこんな感じで置いて、冷蔵庫に入ってるものを、例えばこんな感じでここにバンバン置いていって調理をするみたいな使い方もできますし、あとは中はもう本当に大容量の収納になって見せたくないものをわりかし入れてる。下はゴミ箱、前の部屋でもファイルボックスでゴミ箱作ってたんですけど、それをそのまま使ってる。あと上の方はその調味料とかを入れてて、あとキッチンのタオルとかを普通この辺につけるであろうタオル、生活感丸出しになるタオルを見せたくない。わかる。なのでここでちょっと普段そんなに見えないような場所にかけている。調理中はだいたいこういう縦の感じで置くんですけど、ご飯作り終わったら必ずこっちに移動させるんですね。それで
こんな感じで、まあ、スツールを置いてまして、こう仕掛けて窓の外見ながらご飯食べるみたいな。おしゃれいいな。はい、私テーブル、ダイニングテーブルいらない派の人で、はい、キッチンでご飯を食べたい人なんです。わかるそれ、ここで作ってこっちにはい、洗い物をすぐに置けばいいじゃないか、作ってこの場で食べてここで完結するっていうのがもう理想、ここで食べて調理台にもなって、そうです、作業台にもなり、こうご飯食べるテーブルにもなり、中にはこういっぱい物も入れれて、食べながら空になった食器をここにポイポイ入れていくみたいな。ズボラな人はなんか調理してフライパンそのまま皿にして食うからキッチンで食うみたいな人いるんですけど、それをおしゃれにしたものみたいな。ちょっとこじゃれた感じにしたっていう。でこのままキッチンを紹介してもらうんですが、すごい、はい、多分上がなんか引き出しとかも多分あるんだろうけど、引き出しは真ん中だけです。あ、そうなんだ。はい。引き出し真ん中だけで、はい、まあこっちとこっちは幕板っていうか、はい、になるので引き出しではないですね。あとこの上にガスコンロ、縦に2口のガスコンロですね。これもまたおしゃれな、これ輪内ですね。めっちゃおしゃれ。これ普通だいたい横に2口になると思うんですけど、はい、これはあえての縦2口で、まあ私そんなにバンバン料理をするわけではないので、こう横に並ぶとここの作業スペースが狭くなるから縦の方がいいんじゃないかっていうふうに言われて、それで縦にしたんですけど、大正解でしたね。確かに横じゃなくて縦ですね。小スペースになりますね。はい、あとターンかな、これターンの間接照明。ここ面白いですね。ここもまた、なんかもう隠さずそのまんまみたいな、真ん中見せていいようなものは見せる、まあ、あとはプロジェクターはここに置いて前の壁に映すので、一番ぴったりな場所ができたと、ここからこっちに移すので。はい、面白い。多分一般的にキッチンはキッチンっていう風にみんな使うから、そこに置かないと思うんですけど、ワンルームで一体化されてるから別にキッチンだろうとプロジェクターも置くし。キッチンつけて。というので、ここおしゃれな間接照明がキッチンについております。いいですね。バルミューダが映えるし、まあ、食器とかも含めて美しい。そうですね、形が綺麗なものはそのまま見せておいておけばいいんじゃないかっていう。でもどうしてもキッチンってそれ以外のこざこざしたものがあるので、そういったものは下に。こんな風に開くんだ。上から下に。そこに防災用のお水とかのストックを入れてたりとか、まあこの辺は割とそういう食材のストックが入ってるで、真ん中が食器ですね。あとこっちがなんか保存容器とか計量のカップとか、あとちょっと鍋がもう一つあったりとか、っていうようなものがちょこちょこって入れてある。すげえ、このおしゃれ収納と、ここはちょっと面白い賃貸リノベならではのなんか作りだなと思いました。そうですね。キッチンはかなりこれちょっとこだわり感じましたね。最後ここなんですけど、ここが一番変わりましたね。そうですね。ベッドっていうかが変わったのと、照明、ペンダントの照明も変わってるっていう。ただレイアウト的にはなんかこう前の301号室をこう彷彿とさせるといいますか。このソファーベッドかな。これおしゃれですね。前の畳ベッド同様足が浮いてるんで掃除もしやすそう。そうですね。これちゃんと下の掃除もできますし、ボディがすごいタフな感じ。ここ見ると前の301号室思い出すようなレイアウト。ちなみに何ていうブランドのものですか？これはリンロゼになりますね。めちゃくちゃお高いと思います。リンロゼのこのソファーベッド、結構昔からある名作家具ですね。これもフラットで背もたれがなくって、できるだけコンパクトで、木目が入ってない木材ではないものっていうデイベッドみたいなのをずっと探してって、それでヒットしたのがこれかなみたいな。僕も実はねちょっとこれ欲しいなと思って見てたんですよ。僕もなんか今置いているソファーベッドとかって背もたれなかったりとか、手を置く場所とかね、あれない方がね広く見えるんだよね、部屋も。じゃあここに普段は
さっきの寝袋敷いて寝てる寝てますねっていう感じの新しい。ちなみにこれお値段言えたら言える範囲でいいですけど、これおいくらですか？いやこのソーレット。楽天で普通に買ったら51万ぐらいはい、そういう家具なんですよ。やっぱりこう大きなものほど目立つので、部屋の中では、それがチープだと部屋全体もこうチープな感じになってしまうので、数はいらないので、とにかく大きくて目立つものはもうがっつり予算をつぎ込んだ方が部屋もこうぐっといい雰囲気になりやすいんじゃないのかなっていう気がしますけど、なるほど。少数精鋭、そうですね、一点豪華主義な使い方、ここは前回同様なんですけど、観葉植物があったり、これコードジュエリーですね。コードジュエリーですね。ちなみにこれはなんかコンセント配線って結構ごちゃごちゃしすぎですけど、かといってじゃあ配線ボックスにコードをぶち込むのかみたいな、二択だと思うんですけど、収納で隠さずにもうそのままあえて出すみたいな。そうですね。これ結構なんかこう見た目的に可愛らしいというか、そのまんま置くって、ここにスマートスピーカーがいます。あるので、この家は基本的に音声で操作ができます。っていうので最後はあそこかな。そうですね。なんか前のお部屋だと、このレイアウトの一番奥に押し入れがあったと思うんですけど、それに近いようなイメージで、飾り棚っていうか、そういうのがついてて、下は扉をつけてもらって収納にしましたね。すごい。ここもおしゃれな植物とフレグランスと雑誌とかがそうですね。ちょこっと本が置いてあって、ここ開きます。つけてくださいということで、こんな感じで。ここにスピーカーとか傘が。これは電源です。ポータブル電源。電源、防災用の。そうです。なるほど。熊本なのでね。これは貴重品。ここは文具、スキンケアとか薬のストック。ここはなんか工具とか、この収納無印良品なんですけど、ここの部屋に来てから新たに買ったもの。すごいジャストフィット。シンデレラフィットってこういうことなんだなって本当にぴったりに。という感じで、ここもまだ引っ越して1ヶ月なので今後変化はあるかもしれませんが。そうですね。まだ残りの工事がいくつかありまして、これまだ完成してないんですよね。けどこんな感じで今すっきりした空間で生活されてると。という感じでアパートメントさんの新居を見せていただいたんですけど、ここマイホームではなくあくまで賃貸をリノベして今も家賃という形で払い続けたりとかっていうところで、そのあたりなんで引っ越しをしたのかとか、賃貸リノベをしようと思ったのかとか、ちょっと初めて見る方も多いので、そもそもこうミニマリスト、物を減らそうと思ったきっかけと、物を減らしてよかったこととか、ちょっとインタビュー形式で聞こうと思います。一番最初じゃあ物を減らし始めた経緯を改めて教えてほしいです。私熊本在住で、熊本地震を8年前に経験しまして、それで物は減らそうと思って、それから減らし始めて現在に至る感じになるんですけど、やっぱりこう揺れたことで、高い位置からこう扉で閉まってたものっていうかが全部落ちてきて、足の踏み場がなくなって、決してお部屋ではなかったし、汚いわけでもなかったけど、意外とやっぱこの詰まってたものが落ちてくると、物を持ってるんだなっていうのを再確認できたっていうのもありますし、あとは単純にやっぱり危ないっていうことにもやっぱりもう実体験として気づけたっていうことがあったので、その使ってないけどとか、とりあえずとか、いつか使うかもみたいな気持ちで残してるものっていうのをできるだけ減らして暮らしたいなと思って、それで物を減らし始めました。この部屋の例えばじゃあ食器は低い位置に置くとか、結構防災周りは充実させてる、震災経験してそれを生かしてるっていうのは感じますね。でもなんか最近気がついたのが、意外と昔の私20代とかの自分っていうのはやっぱ物をバンバン買うタイプではなかったんですね。割と値段は高くても頑張ってお金を貯めてこう本当に欲しいと思うものを買うようなスタイルで暮らしてて、それが一人暮らしになって割と自分の自由が利くようになって、正社員になってお金もちょっと入るようになったらなんか楽しくなっちゃって、それで買い物をしていろいろ買い貯めてしまっていた
のが地震で崩れ去ってで、はい、それでまた以前のスタイルに戻ったんだなっていうのにここ最近気がついて、私ってだからそもそもその安いからとかお得だからとかっていう感じで買い物するタイプじゃなかったんだなって改めて気がつきました。そうですね、僕とかも結構その物が増える理由っていうのはこう安物買いの銭失いになっちゃって、セールで安いから買うとか、ポイントが何倍つけるとかでそれってでも自分が欲しいからじゃなくてお得だからで買ってるから、やっぱりその本質的に自分が好きではないものを買ってる可能性が極めて高い中で、やっぱり高くても買うとかっていうのは本当に好きだから買うっていうのがあるので、なかなかその自分の気持ちが変わることもないし、ね、値段が高いものを買ってれば次のリセールバリューがまだ残ってるので、いらなくなった時にでもやっぱいい値段で売れることが多いっていうのもあると、その安いものを買うメリットっていうのはそんなにないのかなっていう気がしますね。そうですね、それこそ前使ってた畳ベッドとかって、あれも結構値段が高かったんですよね。買う時もまあまあ高くって、なかなか勇気がいる買い物だったんですけど、でも買って2年ぐらい使って、で結果的にフォロワーさんにまた使ってもらえることになって売ることができたんですけど、やっぱりそういうゴミにしないというか、その何気ない買い物をしてしまったことでかなりの時間を無駄に使ってしまうっていうことはやっぱりこのあとは避けたいなって思いますよね。同じような価格で売ったりしたんですかね、また。結果的に買った値段よりお高くなって売れたのでプラスになりました。そうなんですね。畳ベッド、実は定価より高く買い取ってくださった方がいたりとかで、結局今の定価が上がってるので、買った時の値段よりもやっぱ価値が上がってる分っていうのを考えれば売る時の値段も上がるっていう。すごい妥協せずに買い物してよかった例の一つだし、多分これもさっきさらっと50万円くらいとは言いましたけど、もう本当にそうなんですよ。だからどんな家具にしようかみたいなのをなんか悩んでるのはなんか話し合ってて、でこれなんかちゃんとお店見に行ったりとか、なんかいろいろ聞いて、だから本当に考えてこれが欲しいって決めて買って、でもこれも多分もし万が一手放すってなっても絶対ね、戻ってくる金額がそこそこあるっていうのもメルカリとかを見れば分かるじゃないですか、いくらで売れてるっていうのが。なのでそれをもとに何年使ってそれでいくらぐらいで使えるんだったらレンタル月いくらみたいなのを考えればそうそう高い買い物ではないし、物が増えがちな人って結構ね、所有欲を満たされないような買い物をしてるなっていうのはさっき言った値段につられて買うとかだけど、もう本当に妥協せずに買えば、もうこれあるから他いらないやと思えるから、なんかもうこれ買ったら他のもの目に入らなくなるので、そもそも見なくなるんですよね。買う前はめちゃくちゃ見るんですけど、すっごい調べるし、ネットでもバンバン見て何がいいかな何がいいかなって思って見るけれど、実際これを買った後はいやもっといいのがあったんじゃないのかなみたいにして探すようなことを一切しなくなるので、目にそのいらないものが情報が入らなくなるっていう意味でいけば、本当に欲しいものを買ってないとそれをずっと延々と探し続けて、でやっぱ企業はうまいものだからこう所有力をこうかきたてるような宣伝をやってたりとかで、ポイント何倍でとかっていうので釣られてまた次買ってしまうとかっていうその悪循環に入っていくけど、これでないと嫌だっていうものを買いさえすればもう次探すことはないので、そういう罠に引っかかることもないというか。それはまさにこう、僕も実はミニマリストになってよかったことは、量より質で買い物をするようになるから、1.5億主義で本当に欲しいものをちゃんと軍資金貯めて買えるようになったってことをよく言ってるんですけど、やっぱお金をパラパラなんかばらまかなくなるから、手元に残るからこそ買えるっていうのは絶対にありますよね。それは本当に物減らしてよかったことですね。最後ちょっと今回気になったのは、そもそもなんでこう引っ越しをされたんだろう、賃貸リノベなんだみたいな、なんかアパートメントさんって前の家めちゃくちゃ長く住まれてましたよね。13年住んでて、私そもそも引っ越しする気なかったんですよ。なんか結構インスタグラマーさんとか YouTuber さんってこうわりかしこう引っ越しパンパンされる方が多いんですけど、
僕も年1ぐらいで引っ越してるんでですよね。私全然そういう気持ちはなくて、はい、すごい気に入って暮らしてたんですけど、立ち退きになってしまいまして。出てってくださいっていう。出てってください、はい、いついつまでに出てってくださいっていうふうに言われて、それで致し方なく新居を探すことになったんですね。のがきっかけ。ちなみに僕も前4畳半の家住んでてそこめっちゃ気に入ってたんですよ。でそこも立ち退きで、半年以内に引っ越してください、で引っ越しの費用はもう全額出すのでみたいな感じだったんですけど、それと一緒ですか？そうです、そんな感じです。それだったら仕方ないからっていうので、部屋探しを始めて、はい、当初は分譲マンションを購入してリノベーションしたいと思ってたんです。で、結構それで物件を探して、なかなかやっぱり条件に合うところがなくって、3月末までにって言われてるのに、もう12月の末ぐらいまで何も決まってなくってタイムリミットが迫ってくる。そう、もう絶対ここのリミットは動かないから、もうやばいやばいって本気で思ってて、はい、方向転換じゃないけど、で、とりあえず賃貸でもいいかなっていうので、切り替えたところでトントン話にここが決まったっていう。アパートメントさんってやっぱりこう物少なくするだけじゃなくて、やっぱりこうインテリアデザインっていうところにすごいこだわりがあるから、自由度が高い形でやりたいというのは前々から言ってて、ここで引っ越し話が湧いて出たから、これはリノベをやれっていうことなのかって思って、で、結果賃貸でやることになったんですけど、すごい良かったなと思ってるのが、私リノベーションって買わないと、自分のものにしたものじゃないとできないと思ってたんですね。いや、そう僕も思ってたしみんな多分そう思ってると思います。なんかインテリア好きだから、賃貸じゃなくて持ち家買いますみたいな人っていっぱいいるし、そうじゃないとできないと僕も思ってたので、それで買おうと思ってたんです。なんか買いたいわけじゃない、不動産を持ちたいわけじゃなくて、私はリノベーションがただただやりたいだけだったのに、物件買おうとしてた。だから話が進まなかったんだなと思ったんですけど、それで賃貸でたまたまリノベーションとかできる、DIY でもいいんですけど、その現状回復の義務がない、元に戻さなくてもいいですよっていう物件を紹介してもらったんですね、ここの設計をお願いした方に。それで、いやめっちゃいいやんと思って、もう内見に来た次の日はもうここにしますって決めて、でもそれをやってくださったので、なんとか引っ越しができたんですけど。よかった。賃貸リノベなので、そんな感じでやりたいと思った人は探してもらえると、でも結構ハードルは高いと思います。その物件を見つけることもそうだし、プラスアルファ見つけたとして、じゃあ誰が設計して誰が工事をしてくれるのか、そこのつてがあるならばいいんですけど、そこがないと、できるはできるけど、じゃあその先どうしようみたいな話になって、で結果できないみたいなことの方が多分多い。多分そこが一番ハードル高い気がします。ただ選択肢として、絶対マイホーム買わないとデザインできないかっていうとそんなこともなくて、今現状賃貸できてるから、ちょっと検討してみてはって感じですね。そうですね。でも引っ越しも無事にできてよかった。よかったです。もう本当に。そんな感じでちょっとお部屋も見せてもらって本当にありがとうございました。ありがとうございました。アパートメントさんのお家インスタグラムから見れますので、ぜひ概要欄からチェックしてください。ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。渋の LINE では10個の無料特典を配布中。1時間10分超え、尺の関係で YouTube に公開しきれなかったアパートメントさんのロングバージョンルームツアーや LINE 限定の片付け動画、スマホが期限に片付くアプリアイコン画像150個、ミニマリスト向けインテリア集など LINE 限定で無料公開しているので、概要欄か QR コードから友達登録ぜひ。